こんにちは、G です。今回は Ubuntu 23.10 のお話。4月、10月は定例アップデートの季節です。今回は何が変わったのか、早速見ていきましょう。システム設定で確認してみると、ラズベリーパイにはUbuntu 23.04 がインストールされています。これをアップグレードで 23.10 にします。ソフトウェアとアップデートアプリのアップデートタブで Ubuntu の新バージョンの通知がすべての新バージョンであることを確認します。次にソフトウェアの更新アプリを起動して最新の状態に更新します。アップデートが終わると再起動が求められます。起動後、ターミナルを立ち上げ、画面のようにタイプ。このコマンドだけでアップグレードできます。所要時間は55分ほどかかりました。当たり前ですが、PC 版の Ubuntu も同じコマンドでアップグレードできます。インストールが終わると再起動され、Ubuntu 23.10 が立ち上がります。Ubuntu 23.04 の時点でオーバークロックしていました。でもアップグレードでオーバークロックの設定が変更されています。不具合じゃないんですが、元の状態に戻しましょう。ターミナルで画面のようにタイプ。文末を見ると GPU メモリ位置がアップグレードの際無効化されています。先頭のシャープを外して元の状態に戻します。Ubuntu 23.10 の主な変更点をいくつかご紹介します。まずはシステム設定でシステム情報を確認。GNOME は45、ディスプレイマネージャーは Wayland、カーネルは 6.5 ですね。それからデスクトップ左上には従来アクティビティという文字列がありましたが、23.10 では見慣れないアイコンになっています。これワークスペースアイコンで2つのワークスペースがあって左側を使っている意味になります。ワークスペースは設定のマルチタスクで増減することができます。次にUbuntu ソフトウェアというアプリでアプリ管理できるようになりました。中身はスナップみたいなので看板変えただけかもしれません。まあスナップは遅いのでイメージチェンジなんでしょうかね。早速 Ubuntu ソフトウェアで VLC をインストールしてみました。なんとスナップよりさらに遅い。準備中表示からプログレスなしで待たされ、完了表示もなくゴミ箱アイコン表示になる。春菜もインストールしたんですが、この時はプログレスが表示された。あまりに遅い上にインストール 90% でフリーズ。
再起動してやり直したら遅いけどインストールはできた。でもアプリは動かない。なんなんだこれ。この Ubuntu ソフトウェアは使い物にならない。まだ不安定で信頼性も低いと感じます。インストールはしばらくの間はターミナルを使うのが良さそうです。不安なので VLC、春菜両方ともアンインストールして画面のようにターミナルでタイプして入れ直ししました。ただ VLC はバージョンが古かったので画面のようにリポジトリを追加して最新版をインストールしました。それでもなんか動画が動かないのでコーデックを入れてみます。ターミナルで画面のようにタイプ。途中でライセンスアグリーメント画面が表示されるので了解を選んでクリック。続いてはいを選んでクリックします。この動画作成中にシステムアップデートがあってご案内してた Ubuntu ソフトウェアが消えてしまいました。代わってアプリセンターというのが追加されたんですが Ubuntu ソフトウェアより見にくい。ご覧のように起動しても何もできないというか終了するしかない。PC 版でも確認してみるとアップデートしても Ubuntu ソフトウェアは残ったままで問題なく動作しています。Ubuntu ソフトウェアが消えたのはラズベリーパイだけなんでしょうかね。まずは標準の Firefox。Yahoo の表示は問題なし。動画再生はちょっと重くて起動ごとに解像度が低い値に変更されますが、なんとかフル HD フルスクリーンで動作できています。次は Chromium です。画面のコマンドでインストールしたのでスナップ版だと思われます。Yahoo が正しく表示されない。リロードも効果ありません。動画再生はどうでしょうか。コントローラー類が化けてますが機能はできるようです。動画再生そのものは Firefox より幾分軽い感じですがこの状態じゃ使えないかな。動画再生アプリは標準のビデオは削除しています。代わりに VLC、春菜、SM プレイヤーと MPV をインストールしています。では VLC から始めましょう。ご覧のように VLC はまともに動作しません。動きの少ない動画なのにどうしたことでしょうね。次は SM プレイヤー。うまく再生できていて問題は全くありません。今度は春菜。
頭出しが少し遅いんですが、うまく再生できています。最後は MPV。起動の速さ、再生、文句なしですね。MPV が最強かな。以上はラズベリーパイでのテスト評価なんですが、 PC では違った挙動になりました。 PC はパワーに余裕があり、基本すべてが正常動作するのが前提なので、問題があるものだけご紹介します。同じ動画での評価でもいいんですが、飽きるので少しだけ動きのあるものに変えて評価します。最初は VLC。頭で音飛びとコマ落ちがありますね。それ以降は安定して動いているようです。次は SM プレイヤー。全く再生できません。エラーになるようですね。他の動画再生ソフトは問題ありませんが、比較対象として MPV で再生してみます。Ubuntu 23.10 の主要な変更点はインストーラーだそうですが、導入後の問題を解消してほしいですね。ラズベリーパイ版でアプリセンターが動作しないのは初心者には深刻な問題です。ラズベリーパイ版のブラウザーの動作にも問題があります。もしかしてスナップ版によるトラブルなのかもです。PC 版ではブラウザーは正しく動作します。動画再生ソフトによる挙動の差異がありますが、これは Ubuntu のせいじゃないでしょう。VLC はラズベリーパイ版、PC 版、いずれも問題があります。テスト結果からは MPV が一番いい動画プレイヤーと思います。PC 版 MP プレイヤーのトラブルもスナップの問題かもしれませんね。もしご利用中の Ubuntu が安定しているなら 23.10 へのアップグレードはしばらく避けた方がいい。数ヶ月待って安定したバージョンになってから再考しましょう。ご覧いただきありがとうございました。近所のドラッグストアで買い物をした時の話です。そのお店は店員さんがスキャナーを通して支払いは精算機で行うシステム。スキャンしながら
商品は別のカゴに入れていきますよね。生産が終わり、渡されたカゴには購入品が美しく整頓され、きれいに収められていました。すごい、きれい。これエコバッグに入れ直すのが惜しい。思わず声に出してしまいました。するとレジの店員さんも振り返ってにっこり。周りのお客さんもすごいと言ってにっこり。店員さんの何気ないでも奇跡の才能でみんなが笑顔になりました。ではまた次回。